ハロー、ついてきてますか皆さん。エブリバディ、ついてかむ。じゃあ今日はやることは何ですか？はい、質問が来ております。はい。カストリオとたけしさんからの質問です。How to learn to color while drawing manga? 漫画家はどうやって色塗りを学ぶのでしょうか？なるほど。週刊連載作家は練習している時間はないので気になっています。とのことです。ね。はい。いや、カラーっていうのはね、難しいよね。カラー is very difficult。ね、漫画 is モノクロ、ブラック&ホワイト、ベーシックな上に、たまにあるカラーライティング、単行本、シンプル、ゴーイング、ブック。表紙ですよね。表、サーフェイス。ね。カラー出てくる。それもね、たまにあるんだよね。確かにこれは非常に難しいと思う。僕もいっぱいカラーをやって非常に戸惑った。なので、カラーをね、苦手だなって思ってるエブリバディのハートはベリーフィーリングですよ。ね。まず何が難しいって、カラー is why difficult。まずどんな色を使うのと。カラーセレクトだよね。何カラーをこれに塗ればいいのかというので、多分ペインティングカラー慣れてる人たちはもう多分自然に選べちゃうんだよね。この色とこの色が合うんじゃないかと。しかしこれが何が合うのかっていうのがわからない段階では、経験が少ないうちは何色が合うんやねんと、なかなか難しいっていうのはあるんじゃないかな。そう、まず色には合う合わないがあるからね。ビビッドなイエロー、ブルー、レッドが合わせるともう眩しいってなるからね。それだとイラストとしてまず成り立たないんだよね。だからまずそのいい組み合わせっていうのが何があるのか。レッド、イエロー、ブルー。これだとこうバッチリこうぶつかり合うんですよ。コンフリクトので、なんかこうもっと馴染むね、その組み合わせを見つける配色ですよね。カラーセレクト、ジャパニーズ配色、デリバリーカラー、配置するね。Where is color ですよ。っていうのが大事かなと思ってて、でこれをまず鍛えなくてはいけないと思っている。そしてでこれがね、そうさっきもちょっと話してたんだけども、これファッションに近くて、僕の中で多分ね、ありえない組み合わせみたいなのがあるんですよ。みんなわかるかな？僕もね、色も苦手だったし、ファッションも苦手今も苦手なんだけど、全然わからなかったの。常識みたいなのが、常識、ナチュラルルールが。例えばジャージの下にね、ブーツは履かないとか、いや履くかもしれないけど、ダウンジャケットにサンダルは履かないとかね。おかしいでしょ。ダウンジャケットにモコモコモコヘイっつって足がこうビーチサンダルだったらおかしいでしょ。どんな季節感なんやねんと。でこれはもうどうやったって絵にならないんですよ。これどんなにカッコつけて描いてもきっとすごいおかしな人になっちゃうからね。それと同じようなことがきっと起きるね。それが多分カラーなんですよ。どんなに頑張ってもおかしな色だとまとめることがそもそもできない。成り立たないね。ってなったら、ある程度常識が覚えなくちゃいけない。その時にもうホームページとかで使うウェブサイト用とかのいい組み合わせが勝手に出るサイトとか、多分今バンここら辺出たと思うんでね、何個かあるんですよ。ウェブサイトの例えば合う5色を選ぶサイトとか、合う何色かを選ぶサイトとかきっとあるから、そこで自分のこの色合い好きだなっていうその5色とかをベースに色を塗るっていうのに慣れていくといいんじゃないかな。もうカラーは配色がオールで、しかもその選んだ5色の中の1個はきっと肌色になるぞと、スキンカラーに合う。じゃあ残り4色は何なのかっていうので、まずその4色決めて色に挑戦してみるっていうのがありなんじゃないかな。そのいい色が選べてたら、多分ここの塗りが割とど下手くそでもまずはなんとかなる。はみ出してようが、影の付け方がおかしいようが、配色さえ間違ってなければ多分逆におしゃれに見えてベリーおしゃれで。例えばだけどオレンジ&グリーンとか最悪なんですよ。こんなのもうありえないでしょ。これだから配色がおかしいから。ビビッドなグリーンとビビッドなオレンジっていうのはもうね、そもそもすげえ難しいの。もうね、高崎線かと。わかんないねそうは言ってもあるじゃないかと。例えばでもあれだよね、フライトジャケットとかそうかもね。外側が緑で内側がオレンジのものもあると思うんだけど、それはなんで成立してるかっていうと、グリーンがすごくサイドが落ちてるから。サイド落としたグリーンとビビッドオレンジだったらあり得るんですよ、その組み合わせは。あとワンマシンとしてはライトイズワン。実際いろんな色はこの世界にあるけど、光というのはライトイズシンプル一つしか光はないってことはね、こうやってここに
緑のライトの色というのが実はある。白だけじゃない。白の中にもいろいろほんのちょっとずつある。例えばサンライトだったら若干ブルーめにしておくとサンライトっぽく見えると思う。だから何が言いたいかというと、そこに全て同じように全てのものにオールシングスにですね、オールアイテムに同じ光が当たってるはず。そうするとそのオールアイテムがその光の色に若干寄るのだと分かる、ね、つまりブルーライトだったらちょっとサンライトだったらほんのちょっとずつ全てのものをブルーめに寄せる。特にあとは影ですよね。ここら辺に出てくる影、ここら辺がライトゾーンに比べてこの影のゾーン、ここに少しブルー味を加えてあげる。全体的に全ての影にブルーテイストが加わってるとですね、まとまりがきっと良くなると思うよ。でそこら辺をね操ってもらうとカラーちょっと得意になるかも。だからあとはよくある裏技としても、イラストバン作った後にオーバーレイモードでブルーのグラデーションバーンかけてあげると色調が揃うんだよね。それはなんでそういうことになるかっていうと、同じ光が当たって全体的にブルーテイストが加わることによってイラストの統一感が出る。全部日本語だった出るじゃない統一感ワンシングス以上、カラーになれるといいことがあるかもしれない。まずそもそも合う配色のカラーを選ぶ、セレクトカラー。そしてあとは全体的な光の色にイラスト全体を寄せる。これは漫画先輩はどうやってカラーは勉強というか練習したんですか？漫画先輩はね、やっぱりね、自分がまだど下手くそだった時代はですね、やっぱり商業でいろいろ見ているカラー作品と並べて自分の作品何が違うんだろうなって思った時にやっぱり色だったんですね。漫画先輩はカラー常識がなかったので、やっぱり個人の、これは多分人それぞれあると思うんだけど、僕はビビッドな色を置きすぎてたんだっていうことに気づきましたね。でだから実際どこにどれぐらいのビビッドさなのか確かめて、実際のネイチャーはそんなビビッドじゃないんだってことに気づいたのが大きかったなと今は思っている。絵って基本的には現実を映すものなんでね、そのまま今ここにある色を映せばいいと思うんだけど、意外とここにあるジーンズとかここのブルーとかね、人間が思ってるより全然ブルーじゃなくて結構ね態度ないんですよ。でも青だから青描こうって思っちゃうんだよね、頭が。でもそんなことは全然なくて、今スタッフ言うことはナチュラルグリーンパステルカラー、意外とパステルだったりするんだよね。だからそこら辺のビビッドではない色を、ナチュラルな色をいかに入れていくかっていうのが、これはでもね、多分漫画先輩の多分人それぞれの癖なんだと思うな。でもそれでいいよね。多分人それぞれ多分うまくいってないってことはなんか変な癖が出てるんだと思う。それを、その違いに気づき寄せていく、ナチュラルに寄せていくっていうのが一個ポイントなのかもしれないね。答えは現実にある。アンサー is リアルワールド、リアルワールド、リアルワールド。See you next time。画面右下にいいねボタンがある人はチャンネル登録をプリーズプッシュ。スマートフォンはレッドボタンがプリーズプッシュ。あとは Patreon とかにおまけ動画があったりなかったりするかもしれない。じゃあまたね。